ステファニーさんは日本に住んだことがないね。はい、はうん。い。うん。でも、日本に旅行したことはある？うん、そう、うん。2回。2018年に、東京都写真美術館に行って、マジックランタンの展示があった。マジックランうん。タンを知ってる？マジックランタンはマジックランタンじゃないの？多分、日本語でも。古いプロジェクターっていうこと。あ、画そう像がマジックなの。ランタンに入れて、うん。壁に画像をうん。表示して、うん。物語を語る。そうなんだ。そんなはい。美術館があるんだね。そう、そのえ展示。ー、うそんうんうんうん。う。とにで、かく、そうん。の展示で歩き回って、うん。撮影している男性が私うん。に近づいて、うん。展示について私にインタビューしてくれるように頼んだ。えー。そうあの、え、私英語うん大丈夫ですか？うんうん。聞いた。英語が話せないんですけど、日本語で大丈夫ですか？うん言った。うんうんえ、どうしようかな。あの、質問は簡単でしょう？はい、してみるうんと思う。うんうん。わかりました。日本語で、大丈夫ですって言っうん。た。でも、すご質問い。は簡単じゃなかった。例えば、え。なんだっけ、展示の印象は何でしたかとか、うん。マジックランタンの歴史、マジ歴史。ックうん。にもっと興味深くなりましたかとか、うん。展示を見てから、スライドショーテクノロジーにもっと感謝しましたかっていう質問を聞いて、うん。すごく恥ずかしくて、うん。答えが面白くなかった。え、はい、はい、え、面白かったですとか、はい、興味深くなりましたかとか、恥ずかしかった。いやでもそれってさ、なんか別にステファニーさんがそのマジックランタン好きなの？そんなに知らなかったよね。興味がなかった。じゃあ、多分それ答えられないよ。興味がないとね。そうだえね。でも、面そう、恥白い。ずかしかった。うんうん。日本のドキュメンタリーに登場したことがある。そうなの？知らなかった。何それ、テレビ？わからないけど、男性が撮影した。見ることができる？できるかなわかんない。ああ、実は。それすらもわかんないんだ。勝手にじゃあ、はい。モデルになったみたいな。やった。えーそうかもしれない。でも、よくうん。わかんない。面白いね。じゃあ、インタビュー以外になんか、日本に行った時に、日本人と話すことできた？そうだね。2014年に初めてうん。行って、うん。2018年も行った。2014年に1年間勉強してきて、簡単うん。なフレーズしか話せなかっうん。た。うん。だから、誰かに質問を聞いたときに、よく相手の答えがわからなかった。あ例えー。ば、すいません、横浜駅はどこですかみたいな質問。うんうん。うんうん。横浜駅ですか？はい、まっすぐに行って、うん右うん。に曲がって、うん。左にあるスタバを見て、そのスタバに右に曲がって、普段は駅の入り口を目の前にあるんですけど、今工事中なので、東の入り口を使わなければなりません。えー、そうですか。わかりありがとうございました。みたいなよかっ感じ。本当の話じゃないけど、そういた。ううんうん。経験があった。そっか、その時はめっちゃ面白い。でも、2018年の時に、日本語を4年間ぐらい勉強してきて、日本人とある程度話せた。よくなった。うん。ああ、そっかそっか、よかった。他に恥ずかしい経験ってある？日本で。そうだね。2つある。うんうんうん。はい。2014年にうんカフェに行って、うんメニューに
本日のコーヒーが書いてあった。うんうん毎日新しいブレンドを提供するカフェなんだ。うんうんでも、本日のコーヒーを注文する代わりに、日本のコーヒーを注文、日本のコーヒーを一杯お願いしますって言って、店員さんが、日本のコーヒーないですよ。はい、本日のコーヒーを一杯お願いしますって言った。はい。じゃあ、まあ、本日のコーヒーを日本のコーヒーと間違えた。そう、間違えた。めっちゃそう、店員さんが、ご注文以上でしょうかって聞いて、わからなかった。全然わからなかった。どちらも何も言わなくて、店員が会話を諦めた。になります。気まずかった。はい。もう一つは、ある動物園に行って、駅から結構遠かった。だから、駅から動物園までタクシーを乗ったけど、戻るときに、動物園の周りにタクシーがなくて、動物園で、動物園の受付で働いている人に、どうやってタクシーを呼びますかって聞きたかったけど、その時、日本語が話せなくて恥ずかしすぎたんだから、動物園から駅まで歩こうとしたけど、が滞在している家で忘れちゃって、迷っちゃったん。駅から遠かった。1時間ぐらい歩いて、ようやく歩道からタクシーを拾って、駅までお願いしますって言った。ドライバーが、駅ですかって聞いて、はい、駅で確認した。どこまで行きますかって聞いて、駅ですって言って。めっちゃ混乱して、ドライバーさんが30秒、1分ぐらい運転して、駅に到着した。すごく近かったんだ。迷ったんですって言いたかったけど、lost が日本語でわからなかったから、ありがとうございますって言って、早く行った。シュッ。すごく恥ずかしかった。その駅が近くの駅ってことだったのね。動物園は駅から結構遠かったけど、タクシーを拾った時に駅がすごく近かった。もうそこまで歩いてたってこと？その時1時間ぐらい歩いていた。だからか。わあ、恥ずかしいね、それ。でもまあいい経験だね。いい経験。すごいわかる。旅行中にわかる。すごい怖いよね、タクシーとか乗るの。そう怖い。そっかそっか。2018年にPerfume のコンサートに行ったって言ってたんだけど、その時チケットを持ってなかったね。持ってなかった。買えなかったよね。そうでも OK。2018年9月30日に Perfume のライブのためにチケットを買ったんだけど、台風のせいで見合わせられたんだ。そうだった。でも、29日にはライブもあって進んだ。だから29日に会場に行ってランダムの人に近づいて、使わないチケットを持っていますか？お願いします。っていうことを聞いたけど、無理だった。30分の後、悲しくなって、駅に戻り始めて、急にアメリカ人の友達が見えた。びっくりした。ライブに行くことを知らなかった。で、話して、友達が
看板を作った方がいいよって言った。カナダから来たから、誰かが使わないチケットを持っていたら、ステファニーに絶対あげるよって言った。私、おかしいと思ったけど、携帯で Google ドックをオープンして、大きい字にお願いねを書いた。で、10分ぐらい後、あるお父さん、お嬢さん2人が来て、なんだっけ、昨日、奥さんが急に倒れて、ライブに来られなかったんです。だから使わないチケットを持っているんですけど、私の家族と一緒にライブに行きたいですかっていうことを言って、チケットを私に渡してくれた。すごい。優しい家族と一緒にライブを楽しんだ。よかったね。感動したね。行ってよかったね、日本に。そうだね。いいね。優しい。その経験がね、忘れられない経験になったね。忘れられない経験、そうだね。はい。日本でカルチャーショックを受けたことはある？受けた？ある。はい、ある。どんな時？日本ではレストランに行って注文したい時に、すいませんっていうこと。恥ずかしいんだよ。すいません。すいません。カナダとアメリカでは座って待たなきゃいけないね。もう、日本ではレストランにいる人の前にすいませんと言わなきゃいけない。そう。それが結構恥ずかしかった？そう、結構恥ずかしい。外国人にとって結構恥ずかしいと思う。そうなんだ。でも、そっか、でもアメリカとかだと、カナダもそうだけど、こうやって目で、ってかお願いします。お願いします。でも喋っちゃダメ。そうだね。そうそう。そっか、でも、やっぱ自分、慣れてない。そう、慣れてない。お手洗いに行くときに、手を乾燥するために、みんながタオルハンカチを使うこと。そっか。乾燥機がないお手洗いが多いので、最初はこういうことをしなきゃいけなかった。そうだね。確かに。手を自分の服で拭かなきゃいけないね。忘れちゃったら。でも、すぐにタオルハンカチを買った。そうだね。必要だね、日本だと。あとさ、私気づいたんだけど、あんまり石鹸もない時あるよね。ソープがない時あるよね。そう、びっくりした。日本人多分ソープ使わないのかな、わかんないけど、ない時あるよね。そう、びっくりした。カナダとアメリカのお手洗いはほとんどの石鹸がある。ほとんど。全部。そうだよね。ある。それがびっくりした。そう。他にカルチャーショックあった？そうだね。他は、もう一つは挨拶をあんまりしないこと。なるほどね。カナダではいろんな人と気軽に挨拶をする習慣があるね。日本では何も言わなくてもいいね。例えば店やスーパーに行くときに店員さんに挨拶をしなくてもいい。そうだね。なんか超能力だね。なんか確かにそれカルチャーショックだね。そっか。なるほど。どこに行ったんだっけ、日本って。東京もいろんなとこに行ったよね。2回行ったから。そう、東京と、横浜と鎌倉と、京都と姫路と、それ以上かな。その中でなんかどの街が好きだった？やっぱり東京。いつも何か新しく楽しいことがあるから。でも東京以外、鎌倉かな。鎌倉だと、素敵な
お寺と神社がたくさんあるし、うんうん。鎌倉大仏もあるし、食べたカレーの中で一番美味しかったカレーを食べたし、へえ、はい、そう行ったなんことはだ。鎌倉。うんうん、あるよ。何回かある。うんうんうん。そうそうそう。うん、いいいいね。よね、鎌倉。まあ自然もあるし、まあお店もね、おしゃれなお店がたくさんあるし、いいよね。そうはい、う楽しんうん。そうね。そう、じゃあもし次ね、日本に行くとしたら、どんなところに行ってみたい？そうだね。えーうん、次は、大阪に戻りたい。大おう。阪城ホールに行ったことがあるけど、うん。それ以外、どこにも行かなかった。そうなんだ。動画から、食べ物がめっちゃうんうん。そうだし、うん。人が優しいことを聞いたし、素敵な街だそう。うーん、あ、そうなんだ。はい。へえ、でも、多分大阪は話しやすいかもしれない。みんなフレンドリーかもしれない。そういうことを聞いた。うん、そう。おばちゃんとか、すごい話しかけてくると思う。なんだっけ、あすごい。と、飴持ってるって話したっけ、ステファニーさんと。大そう、阪のおばちゃんは、そうだよね。そう、YouTube の動画からこういううん、ことを見た。面白いね。そっか、いいね。